なぜか話しかけたくなる人、ならない人。実は決定的な違いがあるんです。自然と人が寄ってきて会話が弾む人。見知らぬ人ともすぐフレンドリーになれる人。話をするとなぜか楽しくなる人。あなたの周りについ話しかけたくなる人はいませんか？あの人には話しかけたくないという人もいるのではありませんか？話しかけたくなる人とならない人。一体何が違うのでしょう？実は決定的な違いがあります。とても簡単なことですが、人から話しかけられる人は、話しかけても良さそうな何かを持っているから。逆に、この人には話しかけてはいけないと感じる何かを持っている人には話しかけません。人は意識的でも無意識でも、そんな何かを瞬時に察知して話しかけるかどうかを選んでいるのです。何かと言っても美しさとか派手さとかではありません。一つ一つはとても些細なことばかりです。ちょっとした表情、言葉やリアクション、振る舞い。そんな具体的な何かを知って少し行動を変えるだけで、あなたもその瞬間から話しかけたくなる人になることができます。人は何かの理由があって話しかけたくなる人を選びます。その理由って何なのでしょうか？その理由については本書で丁寧にお伝えしていきますが、話しかけたくなる人になるメリットはとても大きいことを知っておいてほしいと思います。口下手でも自分からは積極的に話しかけられなくても、なんとなく話しかけたくなる。この人といると心地いいと思われる人は、本当の意味でのコミュニケーション力が高い人であり、本人が思う以上に得をしている人です。話しかけたくなる人は一見受け身のようですが、相手の気持ちに応えること、相手を喜ばせることで自然といい人やいい情報が集まってプラスのサイクルができていきます。周りに引き立ててもらって人生が大きく好転することもあります。そうなるためには、まずは多くの人に話しかけやすい人だと感じさせる雰囲気づくりから始めればいいのです。そもそもあなたは誰から話しかけられたいですか？おそらく生活の中で登場する身近な人ではないでしょうか。休憩時間に同僚や先輩から話しかけられたい。初対面の会合などで誰かから話しかけられたい。同じビルで時々会う異性から話しかけられたい。というように。そうであれば、そんな方たちの期待はごく簡単で基本的なものです。話しかけたら気さくに応じてくれそう。この人とは楽しく会話ができそう。と、まずはシンプルに思ってもらえばいいのです。仕事相手や友人との信頼関係を築く入り口もここ。恋愛対象として見ていなかった相手でも話しやすいというだけで恋や結婚に発展することもあります。話しかけたくなる人というのは温かい雰囲気があって一緒にいて心地よく同性からも異性からも好かれる人です。特別に難しいことは必要ありません。なんとなく感じのいい人、自分を受け入れてくれそうな人という印象を持ってもらえたらそれで十分。ただし、ちょっとのことでその印象は良くも悪くも大きく変わるものです。まずはそのポイントをお伝えしていきましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回はなぜか話しかけたくなる人、ならない人という本をご紹介します。話しかけやすい人っていますよね。話しかけるハードルが全然なくて、自然に言葉を交わせるし、つい相談をしてしまうような人。逆に話しかけにくい人も確かにいますよね。なんか近づきにくいオーラがあるというか、話しかけたら面倒なことになりそうな空気を持っているというか、ここにある決定的な違い。この違いを知ることで、あなたもなぜか話しかけられる人になっちゃうんです。それは何も難しいことはなく、ほんのちょっとのこと。それに気づくだけで、コミュニケーションが自然と楽に楽しくなって、いつの間にか人生が変わっているんですって。著者は有川真由美さん。
50を超える職業経験や40カ国以上の旅行経験など、ご自身の体験や経験をもとにした書籍を続々刊行されており、コンスタントにベストセラーを出し続ける有川さん。有川さんの本はどれも本当に素敵な空気感のものばかり。本チャンネルでもたくさんご紹介させてもらっていて、僕はもう有川さんの大ファンでございます。そんな彼女がありのままの自分で周りから話しかけられる人になるコツを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。穏やかな人には話しかけやすい。穏やかな空気をまとっている人は話しかけやすく、一緒にいて心地いいものです。微笑んでいるような表情や安定した言動は、どんなことも受け止めてくれるような包容力があって、ありのままの自分で接しても大丈夫と思わせてくれる安心感があるのです。感情の起伏が激しい人、せっかちな人などは、こちらが元気な時はいいのですが、疲れている時は声をかけるのをためらってしまうもの。相手の反応に不安になったり、波長を合わせるのがしんどくなったりするからでしょう。例えば仕事で質問するとき、不機嫌そうな人には聞きづらいものですが、穏やかな人はつまらないことを質問しても優しく教えてくれそうです。真に穏やかな人というのは、単におとなしい、おっとりしているというのではなく、何でも受け入れてくれそうな包容力のある人とも言えます。穏やかな人になるための一番手っ取り早く効果的な方法は、肯定的な言葉を使うことです。それは困るというのを、そういうこともあるねと言ってみる。めんどくさいというのを、ちょっと手間がかかるけど大丈夫と言ってみる。肯定的な言葉は他にも、いいね、確かに、ありがとう、よかった、できるなどたくさんあります。いずれも気持ちのいい言葉で、物事だけでなく他人も自分も肯定的に受け入れている印象があるのです。反対に、ダメ、無理、嫌など否定的な言葉を使っている人は、他人も拒絶しそうな印象があります。また、意識してゆっくり丁寧に話す、ゆっくり丁寧にドアを閉めるなど、言葉と振る舞いをゆっくり丁寧にすることを心がけると、心も後追いして穏やかになります。まずは自分をリラックスさせられる人が、周りの人もリラックスさせられるのです。肯定的な言葉とゆっくり丁寧にの2点を意識すると、すぐに自分も気分が良くなり、周りから声をかけられる回数が増えるのを実感するはずです。目が合うと話しかけやすい。ふと目が合って話しかけられたという経験は誰にでもあるでしょう。例えば、朝エレベーターで一緒になった人と目が合って会釈すると、今日は早いですねなどと話しかけられた。会議や講義などで司会の人と目が合って、〇〇さんはどう思いますかなどと当てられたというように。目が合うと会話が始まりやすいということは、誰もがなんとなく分かっていて、話しかけてほしいときは相手に熱い視線を送っていたり、逆に話しかけないでほしいときは視線を合わせないようにしたりするものです。特に背中を丸めてうつむいてスマホを見ている姿は、自分の世界に閉じこもっているように見えて、話しかけたらまずい雰囲気だと思われるはずです。目は口ほどにものを言うと言いますが、目はその人の気持ちを代弁しています。目が合うことは、あなたに興味がありますという好意のサインとも言えます。一瞬でも目が合った人は、全く目が合わない人よりずっと話しかけやすくなります。相手から気軽に話しかけてみようと思われるためには、普段からできるだけ顔を上げて過ごし、周りの人に視線を向けてみましょう。そんなことと思うかもしれませんが、
意外にできている人は少ないのです。昨今は視線を合わせないように過ごしている人が多いのではないでしょうか。しかし避けていても声をかけられるはずはなく、自分も暗い気持ちになるばかり。歩く時や座っている時に背筋を伸ばして前を見るだけでも明るくオープンな印象になります。人が視界に入ってきた時、すれ違う時など顔を見て軽く会釈をしようとすると目と目が合いやすくなります。初めての場所ならどんな人がいる？いつもの場所ならみんなどんな調子？なんて思いながら。相手の目を見ることが苦手な人は、まずは相手の鼻や顎あたりや顔全体を見ることで、相手からは自分を見てくれていると思われるはずです。話を聞いてくれる人には話しかけやすい。コミュニケーションのよくある落とし穴は、話しやすい人になろう、好かれようとつい喋りすぎてしまうことです。人間関係では、話し上手の人より聞き上手の人の方がずっと得をする仕組みになっています。人は自分の話を聞いてくれる人が大好きですから。誰もが人間関係の中では自分のことを分かってほしいと思っています。話を聞いてもらうことは心の解放や癒し、安心感、自尊心を満たすことであり、常に心の奥でそんな人を求めているのです。自分のことを分かってもらえた。この人と話すと楽しいと思った人のことは好きになり、自然に相手の話も聞きたい、相手のために何かしたいと思います。トーク番組などで俳優やタレントにインタビューをしている司会者や、あなたの周りの聞き上手な人を思い出してみてください。特徴的なのは身を乗り出すようにして真剣に聞いていること。へえ、それすごいな。面白いですね。など情感たっぷりのリアクションで楽しそうに相手の話に聞き入っているのではないでしょうか。つまり、ちゃんと聞こうとする姿勢なのです。聞き上手な人は何でも話してと言わんばかりに、表情、姿勢、相槌の3点セットで温かく受け入れる気持ちを表現しています。大抵は受け止めてもらえるという安心感があるから気楽に話しかけられるのです。話の内容云々ではなく、相手そのものへの興味や愛情を持って聞いているからでしょう。反対に話す相手が他のことをしながら話を聞き、無表情でと気のない返事をしていたら、この人とはもう話したくないと思うでしょう。相手の話にちゃんと耳を傾けること。忘れがちなことですが、それが相手を大切にする一番効果的な方法であり、いい聞き手の周りには人が集まってくるのです。絶対に否定しない人には話しかけやすい。電話で占い相談をしている友人がいます。彼女にリピーターを作るコツを聞くと、ひたすら肯定すること。どんなに変だと思うことも、まずはそう思ったのねと受け入れて絶対に否定はしないの。自分のことを否定しない人だと分かると安心してほぼリピーターになるのだとか。ほとんどの人は否定されると傷つきます。自分の発言に対して、いやそうじゃないでしょ、それは違うよ、難しくない、などと真っ向から否定されると悲しみや不安、怒りなどの負の感情が生まれます。一度負の感情を持った相手は話しにくい人として記憶にインプットされて、また否定されるんじゃないかという恐れから雑談や相談事もしなくなります。特に部下や年下から話しかけられないという人は上から目線で否定してしまったことがあるのかもしれません。正してあげなくてはというつもりでも、相手が先に負の感情を持つと、よっぽど強い信頼関係がない限り反発されるものです。反対に絶対に否定しない人としてインプットされれば、自分を素直に出せる安心感から話しかけられることが多くなります。相手を否定しなければ、相手もあなたを否定せず、素直に話を聞こうという体制になります。意見が違っても、そういう考えもあるね、考えてくれてありがとう、など、あなたが考えていることは理解しました、という旨の反応をするといいでしょう。否定しない人と認識されるには、日頃からネガティブな行動を使わないことも大事。
例えば、仕事が遅いと言われると否定されたと感じますが、仕事は丁寧だから時間内にできれば完璧と言われると褒めや励ましの言葉として受け取ります。今日は雨で最悪という人より、たまには雨の日もいいという人の方が明るくて話しかけたいと思います。明るさの鍵はやっぱり肯定的な言葉を使うことです。明るく爽やかな人に人は引き寄せられることを覚えておいてください。できるだけ素の自分で接する。変に飾ったり萎縮したりせずに素の自分で接してくれる人はリラックスした雰囲気があって心地いいもの。当然話しかけられることも多いでしょう。素の自分になれないのは、私はどう思われているのかと人の目を気にしてしまうからでしょう。でも素の自分を出している人ほど好かれるのです。例えば何かのパーティーでも婚活でも、嫌われたくないために思っていることを言えず、聞きたいことを聞けず、変に思われそうな自分の趣味や性質は封印して当たり障りのない会話しかしなかったらどうでしょう。誰にも嫌われない代わりに誰にも興味を持たれず2回目はないでしょう。ざっくばらんに自分のことを話したり、率直に質問したり、大笑いをしながら食事を楽しんだりと、そのままの自分で接すると、合わない人は離れていきますが、興味を持ってくれる人が出てきます。波長の合う人も見つかりやすく、親密になる可能性は高い。その人自身の魅力は自然体でいるときに一番発揮されるのです。素の自分で接する効果的な方法は、自分は何々のタイプですと宣言してしまうこと。自分の欠点や弱みに対して罰を出しているから自然に振る舞えないのです。実はめんどくさがりです。どちらかというと内向的です。子供の頃から漫画が大好きでした。運動は苦手です。というように、ありのままの自分を認めてオープンに接するのは一つの強み。いっそのこと、緊張してなかなか自然に振る舞えないんですよね。とそのまま言ってみるのもいいでしょう。そんな姿は相手からすると心を開いてくれていると思われます。その人がどんな性質かということよりも、自分に対してオープンに接してくれるかということの方が好感度に影響します。つまり、どんな性質であっても心を開くことで受け入れてもらえるのです。話しかけたくなる人はマナーに心を乗せている。年齢、性別、立場、価値観などを超えて声をかけられる人は、マナー、礼儀がいかに大切かをよく分かっている人です。マナーなんて堅苦しい、正しいマナーに自信がないなんて思っていませんか？しかし難しく考えることはありません。ここで言うマナーとは、型通りに正しく行うことが目的ではなく、自分も相手も心地よくなることが目的です。だから心を乗せること、心を通わせることが大事なのです。先日マンションのエレベーターで先に乗っていた男子高校生が、荷物で両手が塞がっている私に照れくさそうに何階っすかと聞いてボタンを押してくれました。なんだかほっこりして、次に会った時からその高校生におはよう、いってらっしゃいなどと声をかけるようになったのです。声をかけられる人のマナーは多少崩れていても温かい気持ちになるもの。反対に声をかけられない人は正しいマナーでもマニュアル的で冷たさを感じるものです。ここからは、なぜか声をかけたくなる人がさりげなくしていて、いい印象を効果的に与えるマナーについてお伝えしていきましょう。日頃からポジティブな言葉を使う。日頃からポジティブな言葉を使っている人は、明るく心地いいオーラがあり、自然に声をかけたくなります。ポジティブな言葉は一つのマナーなのです。例えば、仕事を頼まれたとき、最悪、早く帰りたかったのに、などとネガティブなことを言っている人より、2時間あれば終わるでしょ、と前向きな発言をする人と付き合いたいもの。こちらまでも力が湧いて明るい気分になってきます。何かと批判をしたり、会社の愚痴を言ったり、人の悪口を言ったりしている人は、一瞬
言いたいことをはっきり言える人だという痛快さがあるものの、いつもそうでは気がめいってだんだん避けたくなってきます。周囲にネガティブな影響を与えている人はマナー違反であり、積極的には関わりたくないでしょう。かつてパワハラ上司の下で働いていた時、こんな上司に当たるなんて運がないと被害者意識でいっぱいの私に同僚がこんなことを言ったことがありました。今私たち相当人間力が育ってるね。あの上司と働いたらあとは楽勝でしょ。一見マイナスのことも長い目で見たらプラスになる。しんどい職場でもいいことはある。という凛とした姿勢はお手本にしたいと思ったほどです。ポジティブな精神を身につけることは一朝一夕にはできませんが、ポジティブな言葉を使うことは誰にでもできます。そんな言葉の習慣は心の癖になっていきます。ゲーム感覚で様々な事柄をポジティブに言い換えてみるといいでしょう。忙しいは充実している。優柔不断な人はよく考えて決める人。もう何歳はまだ何歳。失敗したらどうしようは失敗しても大したことにはならない。ありえないはあるかもね。というように反対側から見てみるのです。人間は何かと不安になりやすい生き物です。だからこそポジティブな言葉を使う明るい人を求めているのでしょう。泣いても笑っても同じ一日なら、いい言葉を使って笑って過ごそうではありませんか。何でもいいから褒める。話を聞いて、とたくさんの人が集まってくる友人がいます。彼女が愛されている理由の一つは、まるでお母さんのように褒めてくれるから。同席した中年男性がプリンを食べる姿を見てしみじみ、世界一プリンを美味しそうに食べる人ね。私まで幸せになってくる。と褒めて妙に納得したことがありました。愛のある目で見ないとそんな褒め言葉は出てこないでしょう。私も小さなこと、自分でも気づかないことも褒めてもらえるので、また会いたいと思うのです。どんな人も自分のことを認めてほしいと思っています。人を褒めることは相手を好意的に見ることであり、人を喜ばせるサービス精神です。それがなかなかできないという人は、なんだか照れくさい、認めるのは悔しい、相手をおだてているようだといった気持ちがあるかもしれません。何をどう褒めたらいいかなどと難しく考えると褒められなくなってしまいます。褒め上手な人というのは気負うことなく素直にいいなと思った瞬間口にしている人です。それいいね、すごい、お、さすが、頑張ってる、尊敬といった簡単な言葉でも感情を込めて言うと相手は素直に喜んでくれるはず。口をついてスルリと出てきた言葉が人の心に一番刺さるのです。それでも褒めることに抵抗がある人は、私を主語にして褒めるといいでしょう。私は嬉しかった。私は勉強になった。私は感動した。あなたがいてくれたから私は助かった。など自分の気持ちを話すだけで褒め言葉になり、説得力が出てきます。人は自分が相手にいい影響を与えていると分かれば大きな喜びを感じるのです。褒めることで一番得をしているのは自分自身です。褒め慣れてくると相手の小さな変化、意外な長所、感謝するところが見つけやすくなり、好意的に見られるようになります。好意を与えられた相手は好意を返したくなるという好意の偏方性の心理によって褒める人が愛されることは間違いありません。何かしてもらったら素直に喜ぶ。周りの人から愛されて何かと得をする人、手助けしてもらえる人には一つの共通点があります。それは喜び上手なことです。私の周りでもちょっとしたことに喜んでくれる人がいます。例えばお土産のお菓子を持って行った時、やったーと小躍り。ここのお店気になっていたので嬉しい。よかったら一緒に食べましょうよ。とその場で開封し、しみじみ、ああ、美味しい。なんて幸せ。と満面の笑みで大げさなぐらいに感動してくれる。そんなに喜んでくれるなら
また何か持っていこうではないかと思うものです。これが、そんなにしてくれなくてもよかったのに、ここのお菓子よく食べてますよ、などと言われると、いくらか残念な気持ちになるかもしれません。また、台湾に遊びに行くという友人に余計なお世話と思いつつおすすめのスポットを教えたところ、ありがたい、住んでいた人じゃないとわからない貴重な情報です、と喜んだだけでなく、旅行中の動画をリアルタイムで送ってくれました。そんなことで喜んでくれるなら何でも教えたいという気持ちになるものです。人は誰かを喜ばせることに極上の喜びを感じるのです。何かしてもらったらお返しをしなきゃ、なんだか申し訳ない、などと考える必要はありません。嬉しいという言葉こそ相手も一番嬉しいのです。素直に喜びを表現することは愛される人のマナーです。仕事を手伝ってもらったとき、荷物を持ってもらったとき、ご馳走してもらったとき、褒めてもらったときなど何かをしてもらったら、感謝の言葉とともに最上級の喜びを表現しましょう。当たり前のことにありがとうを伝える。あなたはありがとうという言葉を一日に何回使っていますか？ありがとうをどれだけの頻度で使うかで人間関係がうまくいくか、物事がうまくいくかも決まると思うのです。テレビ局で働く人に長年声をかけられ続けるタレントさんにはどんな特徴がありますか？と聞いたことがあります。その答えは、その人の努力もあるけど、周りに感謝の言葉を伝えているかが大きいと思いますよ。いつも感謝を口にしている人は周りを大事にしているから一緒に仕事をしていて心地いい。反対に自分の力だけで人気があると勘違いした人は横柄な態度になって消えていきますね。ありがとうを伝えることは周囲に支えられている、お世話になっていると分かっていること。自分一人では何もできないという謙虚な気持ちもあるでしょう。やってもらって当然、わざわざ言うことじゃない。では人は離れていきます。職場や家庭でもありがとうをちゃんと伝え合っている関係はうまくいくもの。何かしてもらった時にありがとうを言うのは基本マナーですが、周りから愛されてよく話しかけられる人はそれだけではなく、当たり前のこと、いつもやってもらっていることにもありがとうを伝えています。最近私が友人に言われて嬉しかったのは、見ていてくれるだけでありがたいという言葉。それだけで役に立つなら近くにいようではないかという気持ちになります。ありがとうは自分自身にも力を与え、心をきれいにしてくれる言葉でもあります。今があるのは当然ではなく、多くの人たちのおかげ。ありがとうを口にするほど、たくさんの人に自分が生かされていることを実感するのです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？なぜかわからないけど話しかけたくなる人、話しかけにくい人っているんですよね。なぜその違いが生まれるのか、今までうまく言語ができていなかった部分が本書を読むとはっきりわかるんです。そしてそれはほんのちょっとの意識の変化でいいんだっていうことにも気づかされます。本書を読んでいくといろいろな気づきがありますし、明日からすぐにできる Tips もたくさん知ることができます。まずはそれらの一つだけ意識してみることから始めましょう。するとあなたからは優しくて温かくて一緒にいると心地いい人という雰囲気が出てきます。そしていつの間にか誰もが話しかけたくなる人になっているはずですよ。そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。
皆様に幸せが届きますように。